皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日は浴衣に合うメイクと簡単ヘアアレンジを紹介していきたいと思います。はい、では早速メイクを始めていきたいと思います。今日はね、浴衣なので結構ちょっと女の子っぽい感じをイメージしようかなと思っております。いつも結構ヘルシー系なメイクをすることが多いんですけど、浴衣の時はちょっと女の子らしさを出そうかななんて思ったりして、はい、じゃあいきます。まずはランコムの UV エクスペールトーンアップローズのメイクアップベースを塗っていきます。なんか浴衣ってさ、花火大会とかお祭りとかできるのかな、なんか結構そういうイメージがあるので、ほんのりトーンアップぐらいの方がいいかな。夜なんかから写真とか撮るとさ、トーンアップしすぎると白浮きとかしちゃうんで、ちょっとピンクでトーンを上げる感じのイメージいいな。夏祭りとか行った。今年は祭りとか行ってない。なんかね、東京いつやってるかわからないんですよね地元はね、みんながストーリーとか載せてたりして、ああもうそういう時期かって思いながら見てたんやけど、はい、まずベースを塗りました。はい、コンシーラーはいつものナーズを使います。クマとこの赤みとくすみを消します。この唇のさ、ちょっと赤くなったやつが全然傷みたいなやつが治らないんですよね。だからリップとか塗るとさ、ここだけ山の部分がはっきりしすぎちゃうっていうかさ、コンシーラーが塗れました。今日はこのボビー・ブラウンのファンデーション、インテンシブスキンセラムファンデーションの 3.5 のウォームベージュを使います。これを軽く出します。こんな感じ。まず中心部に置いて、ちょっと鼻の上とおでこにのせて、ここでちょっと塗っていきます。なんか中心部につけてこういう感じで伸ばしていくとナチュラルでカバーしてくれる感じなので、こんな感じで全体的にトーンアップもしていてカバーもしてくれていて、ツヤ感が残る今日は下地にしたかったので、ボビーのファンデーションを使いました。はい、パウダーはですね、ライトレフティングセッティングパウダープレスト N のナーズを使います。いつものやつですね。ナチュラルでしっとりした肌にしたので、軽くやっぱ汗かいちゃうとテカテカしちゃうので、それを抑えるぐらいのイメージでフェイスパウダーしていきます。はい、これぐらいにしました。で、今日は肌作りから先しちゃいます。ハイライトはこのツヤ感、しっとりしたツヤ感を今日は出していこうかなと思います。浴衣とかさ、着るときは夜なイメージというか、日中の太陽が当たっているようなイメージではないかなと思うので、俯瞰的にツヤっとしたハイライトを使っていきます。これを頬の高いところに塗っていきます。なんかパウダー系だと太陽に当たった時にツヤっとするハイライトが多いと思うので、このしっとりしたハイライトでチーク代わりにもね、これはなるので、なんか3のさ、シマリンググローデュオの薄い方とかでもいいと思います。で、次鼻筋にも軽く塗っておきます。はい、わかりますかね、この辺がツヤっとしているか。これはもう全体的に質感がツヤっとする感じになるので、夜の時とかおすすめです。はい、これで一旦ベース作りが完了です。いつもの通り眉毛を描いていきます。はい、じゃあフーミーのアイブロウパウダーの、N ブライトブラウンを使います。眉毛はもういつも通り自分の眉があると思います。それをやります。なんかさ、でも最近眉毛がしっかり生えてきたからさ、パウダーのせすぎちゃうとさ、すごい眉毛が濃い人みたいになっちゃうから、どうしようって感じ。眉毛をちょっとカットするか、パウダーを少なくするか、すごい迷う。眉毛のサロンとかでカットしてるんですかってたまにね聞いていただけるんですけど、自分でしてますって言っても、いらない毛をカットするぐらいなんですけど、特に、めっちゃそんなにいじったりしないっていうのがポイントです。はい、眉毛が描けたので、今日はちょっとふわっとした眉毛にさせるためにこのMAC の、ウォータープルーフブローセットレッドチェスナットっていう色で毛先をふわっとさせます。
だからがっつりつけちゃうともう眉マスカラ塗りました感が出ちゃうので、私は毛並みに沿って塗ります。毛並みに結構逆らって塗ると、眉マスカラをしっかり塗りました感が出せるんですけど、私はちょっと毛先を逆立てる感じはしないでふわっとさせます。これ塗りすぎ注意です。はい、こんな感じでいつもよりはふわっとした眉毛になっています。で、今からアイメイクをしていきましょう。で、アイメイクも今回はちょっとピンクっぽい感じにしようかなと思っていて、このエクセルの、スキニーリッチシャドウの SR03 のこの辺とかこの辺の色みたいな色か、じゃん、ジバンシーのオンブルアンテルディ02っていう、これはリキッドのアイシャドウなんですけど、こういう感じの大人っぽピンクのシャドウになってます。で、ちょっとピンクの種類が全然変わってきちゃうんで、どっち系のピンクにしようかなって感じなんですけど、ちょっと上級者な、なんていうの、ピンクやったらこっちのピンクとかだし、ちょっと控えめにいこうと思う感じだとこの辺のピンクが控えめで可愛いと思います。はい、アイシャドウすごくどっちを使うか迷うんですけど、今日はこれは前OL メイクでも紹介しているので、そういうニュアンスで塗っていただいたらいいかなと思うので、今日はこっちのジバンシーの方を紹介していきます。で、アイシャドウは特に何でも好きなやつでいいと思うんですけど、マットっぽい感じの色、ラメとかも全く入ってない感じよりかは、少しパールっぽいラメとかキラキラが入っているようなアイシャドウを塗った方が浴衣には合うと思うので、ぜひそっちタイプとかこういうリキッドタイプを塗ってみてください。じゃあまずはこの色味、大人っぽピンクをですね、ちょっと指に取って、二重幅に塗っていきます。そんなにアイメイクっぽい感じじゃなくていいかなと思うので、少しピンクが分かる感じで塗っていきます。はい、これピンクっぽいアイシャドウになりました。でですね、カメラで見るより結構鏡で見た方が発色してます。涙袋にこれを使っていきます。こっちのエクセルのスキニーリッチシャドウ SR03 この色を使います。涙袋に塗ります。うっすらまずちょっとベースみたいな感じで、その後にこっちの白っぽい方を目頭に重ねます。こんな感じです。はい、インラインはですね、このマックのスタボーンおなじみのやつですね、毎日使っているやつで埋めていきます。結構粘膜に引く時のポイントはですね、もう視点を合わせないということです。私先端恐怖症なのでこれ見ることができないよ。てかメイクさんとかにも描いてもらう時自分で描いたりとか、もう絶対もう目を下に向けてあれするんですけど、自分で描く時はもう視点を合わせないで描いちゃうともう慣れで描けます。あとは結構角度をこういう感じにして描いてあげると描きやすかったりするので、ちょっと目尻もはみ出るぐらい少しだけ描きます。リキッドで引かなくてもこういうペンシルとかで少し目尻はみ出すぐらい引いてあげるだけで、その目の幅が大きく見える影ができるっぽい感じなので、横幅を広げたい方はこれやるとおすすめです。私も目が大きいわけじゃないのでちょっと横長に見えたいので毎日引いてます。はい、でですね、今日やっぱ浴衣やしちょっと特別感も欲しいなっていう気持ちもあるじゃないですか。なので私はゴールドのキラキラのアイライナーをちょっぴり引こうかなと思います。じゃじゃーん、これはジバンシーの、フェノメンアイズライナー02っていうやつなんですけど、さっきのピンクのアイシャドウとゴールドがめっちゃ可愛くて、こういう感じなんですけど、いただいたんですけど超可愛いので塗ります。でこれをちょっと二重幅のところ、ここの上にちょっとはみ出る感じで引いてみたいと思います。結構ね難しいこれ引くの。こういうのって結構自己満だったりするんですけど、なんかでもやっぱりさ、浴衣とか着る時ってちょっと特別感欲しいやん。こう普段だったらあまりしない感じをちょっとしたいよねっていうことで、ゴールドのキラキラ可愛いの分かるかな。こんな感じです。これちょっと乾かしてる間に反対も描いちゃいます。これはもうためらわずもう引いちゃうことがうまく引けるコツかもしれない。でポイントは
さっき引いた茶色いアイライナーは横長に引いたんですけど、このゴールドとかはちょっとなんていうの、前から見た時に見えたいのでちょっと上気味に引く感じがおすすめです。ちょっと伝わってなかったらごめんなさいでも難しいよね、伝える。目を閉じた時に見えるっていうよりかは目を上げた状態で見えた方が絶対可愛いので、垂直にっていうの、こっちに上に描いてみてください。こんな感じで引きました。いいと思います。で、マスカラをね塗っていきましょう。全体的に柔らかいピンクとかゴールドとかを使ったので、ブラウンにするとさらに柔らかい感じになるんですけど、私はちょっと引き締まった感じがいいので今日は黒のマスカラを使います。レアミネラルのラブエブリーラッシュマスカラブラックを使っていきます。これはすごく塗りやすいので、地まつげをちょっと太くするイメージで塗っていきます。はい、マスカラ塗れました。チークはですね、ちょっとピンクっぽいものを使います。ベアミネラルのピーチキーン使います。これをちょっと、ほんのりピンクが色づくくらい塗ります。ちょっと横長な感じでふわっと入れた方が可愛い感じになると思います。こんな感じでは最後の仕上げのリップを塗りたいと思います。リップも真っ赤とかなんだろう、オレンジ茶色みたいな感じよりかはやっぱ可愛らしい女の子の感じの方が浴衣には合うかなと思うので、今日はレアミネラルのロングウェアリップスティックシナモンっていう色、これはちょっとピンクっぽい感じなんですけど大人っぽピンクな色味で、これをまず下唇だけ塗ります。でしてなじませて、ほんのりこれぐらい色づく感じでまずベースを塗りました。でここにですね、じゃじゃん、ディオールのマキシマイザーグロスですね。これを重ねてあげます。やっぱ浴衣にはちょっとプルッとした感じの方が可愛いかなと思うんですけど、マキシマイザーこれは色なしなので、元の唇が私みたいに結構赤めな人とかはこのグロスだけでもいいかなと思うんですけど、私はちょっと物足りないのでベースを塗りましたっていう感じで、グロスをちょっと重ねてもらえれば可愛いと思います。大人可愛い感じがイメージなので今日はこんな感じで少し大人っぽい、ピンクメイクができました。じゃあ次はちょっとヘアセットをしたいと思います。浴衣なのでヘアアレンジをしようと思うんですけど、私そんな難しいことはできないので簡単に真似してもらえるようなヘアアレンジをやっていきたいと思います。まずはじゃあこれ今何もしてない髪の毛なので少し巻いていきたいと思います。じゃあビダルサスーンの固定の 26mm で私はざっくり巻いていきます。表面さえ巻ければいいかなっていう感じなので太めに巻いていきます。ヘアアレンジのしやすさを出すために巻いていく感じなので、あと全部上げちゃうので結局そんなに細かく巻かなくていいです。外内外内っていう感じで何巻きでも全然大丈夫です。外巻きでスパイラル巻きとかウェーブでもいいし、とりあえずの表面巻きは何でも OK。 みんなお祭り行ってさ、屋台とかでさ絶対これだけは食べるみたいなもの何？私はねカステラ、ベビーカステラ、出来たてのベビーカステラってめっちゃ美味しない？絶対買うねん。でもベビーカステラってさ何店舗も大きいところとかやったら出店してるやん。どれが美味しいんやろって思いながらでベビーカステラって何でも美味しいやろみたいな、出来たてのちっちゃいカステラがたまらなく美味しい。ちょっとほぐします。あと何食べるやろ。でもイカ焼きとかあったらイカ焼きとかも食べますね。イカ焼き好きやわ。ある程度こんな感じでざっくりと巻けました。全然細かく巻けてなくて大丈夫です。でお持ちのワックスとかスプレースプレーワックスみたいなとか、ヘアアレンジの時に使えるようなやつを今髪の毛につけたいと思います。私はねこのミリっていうワックスフォームのスタイリング剤をちょっとつけます。こんな感じで、こういうこうプシューってして泡タイプとかの方がいいかな。これをしっかりちょっと髪の毛に揉み込みます。アレンジをするときはN ドットみたいな
オイルよりかはこういうフォーム、ムースとかワックスとかの方がアレンジしやすいと思います。はい、こんな感じでとりあえずワックスをしっかり揉み込みました。はい、で次にこういうなんかちびゴムちゃん用意して、まず土台の時は私2つ重ねます。でこの辺とかをふわっとなる感じでまず一つぐくりします。なんとこの辺は後でほぐすので、ほぐれたままで大丈夫です。はい、こんな感じで一つぐくりができたら少しほぐします。で少しほぐしたらまたこの束を持ってギューッと2つにちょっときつくします。で後からほぐせるのでほぐしたら1回くるりんぱします。2つに割って1回くるりんぱした感じがこんな感じでいます。こんな感じでくるりんぱをまず1回します。でこの辺をほぐします。映ってたかなとりあえずくるりんぱしてここのところをほぐしました。次この毛を三つ編みしていきます。で髪の毛が短くて三つ編みできない人は2つに分けてねじねじしていっても OK です。で、後ろでこうやって本当は編むのがまっすぐ編めるからいいんですけど、毛短いから難しいから横にサイドに持ってきちゃって三つ編みしちゃいます。三つ編みできました。でこれをまた結びます。はい、こんな感じで結べました。じゃあこの今三つ編みしたやつを少しほぐします。短い毛の人はほぐしすぎちゃうとピピピピピョンって毛が出ちゃうのでほぐしすぎ注意で気持ちほぐしたらこれをちょっと後ろに持ってきてちょっと中心を戻してこの三つ編みをですねこのくるりんぱらへんに持っていきます。でピンで留めちゃいます。ちょっと止めちゃうね。さっき後ろさ手の感覚でやってるからうまくいけてるかどうか分かりませんがちょっと振り返りますよ。はい、こんな感じです。ちょっとお花っぽい感じにあってこの辺をちょっと一回巻いてるのでそれなりにね動きが出てる感じと、あとはこうくるりんぱをしているのでアレンジした風に見えているのではないでしょうか。はい、ではメイクとヘアが完成したので、浴衣に着替えたいと思います。じゃじゃーん、こんな感じで着替えました。メイクとヘアと着替えができたので、浴衣準備完了です。はい、この浴衣はですね Amazon でこの浴衣と、帯と下駄セットで5000円ぐらいでした。Amazon で3点セットお得なやつで一番上に出てきたので買ったんですけど、なんか色味が結構いろいろあって、私浴衣持ってるやつ実家に全部置いていて、それが結構ピンク系だったので今回は大人っぽく白ベースのネイビーのお花柄にしてみました。でなんかここの帯の黄色がねネイビーと相性がよく大人っぽくて可愛いので結構お気に入りです。まだ浴衣探してる方はぜひ Amazon で探してみてください。はい、でメイクもいつもとは違うメイクにしてみました。いつもオレンジメイクが多いので結構ヘルシーな感じなんですけど、今回はやっぱ浴衣に合わせて、可愛らしいメイクにしてみました。で、こんな感じでピンクシャドウを使ったりゴールドのラインを引いたりしてみました。これじゃないといけないっていうのはないんですけど、マットっぽい感じよりかはちょっと少しキラキラした感じとかパールが入ってる感じとかの方が浴衣には合うと思うのでぜひ試してみてください。リップもマットっぽいよりかはちょっとグロスとか混ぜた方が、浴衣には合うと思います。このヘアアレンジもこのぐらいの長さだったら全然できるヘアアレンジなのでぜひチャレンジしてみてください。ちょっとボブヘアの方は難しいかもしれないんですけど、ヘア飾りとかつければ浴衣に合うと思います。ぜひやってみてください。夏祭りだったりとか花火大会だったりこれからいろいろ夏のイベントがあると思うのでぜひ参考にしてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。